皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールの戦術的解説をお届けします。この動画では動的ポジショナルという戦術を紹介します。約1年前の動画で解説した内容に近いものではありますが、現環境の e フットボールでより戦いやすいようにいくつかの修正を加えています。また、今回の戦術は先日ガチャで登場したメッシを活かすためのものでもあります。能力は抜群なものの意外と起用法が難しいメッシですが、この動画はその答えの一つを提示できるものになっていると思います。もちろんメッシがいなくても実現可能なので、メッシを獲得した方もそうでない方もぜひ最後までご視聴ください。まず最初に動的ポジショナルというアイデアがどのようなものかを解説します。ベースになるのは433から325への可変システムです。433の左ウィングが中に絞り、その分左サイドバックが高い位置を取ります。また、右のインサイドハーフが攻撃的なミッドフィルダーとしてプレーするのに対して、左のインサイドハーフは守備的にアンカーの選手と横並びでプレーします。ここまでは基本的なポジショナルプレーの可変システムです。そこから右サイドバックの動きによって変化を加えます。プレーのスタートはサイドの低い位置ですが、そこから状況に応じてオーバーラップを行います。それに連動して右ウィングが中に絞ることで325から226へと可変します。このようにポゼッションの配置の中でサイドバックを起点に選手を動かしていくのが動的ポジショナルのアイデアです。433から325への可変だけでもポゼッションに適しているのは確かですが、選手の配置が固定的すぎるあまり予想外のプレーが生まれにくく、相手も守備がしやすいという問題があります。そこでさらに325から226への可変を加えることでより柔軟なプレーを作り出すことが動的ポジショナルの狙いです。では続いてこのアイデアを実現するためのスカットを解説します。今回のスカットがこちらです。チームスタイルはポゼッション。監督にはペップを使うことでダイアゴナルロングパス B のリンクアップを戦術に組み込んでいるのが特徴です。フォーメーションは歪な形ですが433をベースにしたものと考え、守備時は442のブロックを作ります。ではまず今回のキーマンである右ウィングについて、ここにはチャンスメーカーを起用します。これはリンクアップを発動させるためのものでもありますが、チャンスメーカーの中に絞ってボールを受けるプレーが今回の戦術にマッチしているというのも理由の一つです。さらに選手指示でカウンターターゲットを設定します。これは守備でのスタミナ消費を減らし、メッシのような替えの利かない選手を攻撃でフルに活かすためのものです。逆にここを選手交代する前提で運用する場合は、選手指示でラインダウンを設定し、451のブロックを作るのもありだと思います。次に右サイドバック。ここは攻撃的サイドバックの選手を起用します。これにより低い位置からのオーバーラップという今回の重要なタスクを実現します。次に OMF の選手。左は中央化したウィング、右は攻撃的なインサイドハーフという名目上の違いはありますが、相手のライン間でボールを受けフィニッシュにつなげるという役割は同じです。プレースタイルは2列目からの飛び出しか無印が適しています。次にセンターフォワードの選手。ここにはラインブレイカーの選手を起用します。以前の解説ではボックスストライカーでしたが、最近はラインブレイカーの裏抜けがフォワードとして最もわかりやすく強いのではないかと考えています。次に DMF について、ここは守備ができる選手を起用することが重要です。今回の戦術は両サイドバックが高い位置を取るため守備が手薄になりがちです。そのため相手のカウンターに対してスペースを素早く埋められる機動力と守備力のある選手が必要です。問題はプレースタイルがアンカーの選手を起用するかどうか。これに関しては操作するプレイヤーによって答えは変わりますが、個人的にはアンカーの選手のポジションの低さが攻撃の足を引っ張っていると感じたため、今回はアンカーではないプレースタイルを起用しています。ここに関してはぜひいくつかの組み合わせを試してみてください。最後に左サイドバック。ここは左ウィングが中央化する代わりに高い位置を取るタスクを担います。本来であれば選手指示でオフェンシブを設定するところですが、ダイアゴナルロングパス B のリンクアップを発動することで選手指示なしでも十分高い位置を取ってくれます。これにより選手指示の枠を開けることができるので OMF にオフェンシブやプレーエリア幅制限をつけるなど試合状況やプレイヤーの好みに応じたアレンジができるようになるのはメリットの一つです。
このことは他の戦術やスカットを作る際にも役立つので、ぜひ覚えておいてください。逆にペップ以外の監督を使ったり、リンクアップを発動しない場合には、左サイドバックにはオフェンシブを設定するようにしてください。以上が今回のスカットの解説です。続いて試合でのプレーを紹介していきます。まずは今回の戦術のポイントである右ウィングと右サイドバックが連動するプレーを見ていきます。ここではクロスランの操作が重要になります。サイドでパスを受け、中にボールを戻すと同時にクロスランを発動することでサイドバックの上がりを促します。サイドバックのオーバーラップは相手のマークを受けにくい性質があるので、高い確率でチャンスにつなげることができます。また、クロスランではなくドリブルでのカットインも有効です。このようなプレーでは相手選手を結んで生まれるゲートに向かってドリブルすることがポイントです。先ほどはウィングが中央化した後にサイドバックを経由するプレーを紹介しましたが、当然そのまま中央でフィニッシュに関与することもできます。これにより中央で数的優位を作り、攻撃に新しい選択肢を生み出します。We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. 続いてダイアゴナルロングパス B について解説します。右ウィングから左サイドバックへのロングパスですが、サイドからサイドへのパスではなく、先ほどと同様にクロスラインやカットインで中央に絞ってからパスを供給することがポイントです。攻撃が遅くなりがちなポゼッションにおいて、一気に局面を変えることができるリンクアップの存在はとても貴重なので、カウンターの局面ではぜひ積極的に狙ってみてください。I am restricted, fixed upon the web. I need to kill
Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.最後にフィニッシュの局面。ここではシンプルにラインブレイカーの動きに合わせてスルーパスを供給します。ポイントはフライスルーパスを使うことです。最近の動画でも解説した内容ですが、フライスルーパスは相手の頭を越えていくため、インターセプトされてそのままカウンターを受ける危険が少ないという利点があります。現環境の e フットボールに非常にマッチしているのはもちろん、今回のように守備が手薄になりがちな戦術では特に意識したいプレーです。I said I'm moving too far. Get it glass. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltration with my strategy. When I turn up, them amateurs have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltration with my strategy. When I turn up, them amateurs have to leave. Yeah, shoot, shoot. Yeah, shoot, shoot. Yeah, shooting, shooting. Yeah, shooting shots. Shooting stars, shooting stars, shooting stars, shooting stars. Didn't even get to cross.
今回は動的ポジショナルについて解説しました。ポイントは右ウィングを中央化して使えることです。メッシのようなタイプの選手を常にサイドに置いておくのはもったいない。ただ最初から中央に配置して相手を背負うようなプレーは難しい。メッシを起用する上で起こりがちなこのような問題の解決策の一つが今回の戦術だと思います。ぜひこの動画を参考に試してみてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。